こんにちは、発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。今日はですね、この、イボの糸です。手延べそうめんイボの糸が、手に入ったのでですね、ゲットしたので、そうめんを食べようと思ってですね、めんつゆを作っていきたいと思います。で、めんつゆって市販のものを使えば簡単に済むんですけれども、やっぱりその市販のものには添加物とか、お砂糖とかそういったものがたくさん入ってますので、できればですね、手作りをした方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、手作りって結構めんどくさいかなって思うかもしれないんですけど、すごく実は簡単に作れるんですね。なので今回は、めんつゆ、これからの時期ですね、そうめん食べる方、増えてくると思うんですが、そのめんつゆをすごく簡単に作る方法をご紹介します。はい。ということで、こちらですね、もう出汁を取ってありまして、こんな感じの黄金の出汁ですね。普通の昆布と鰹節の出汁なんですけども、ちょっともう家庭で、作ってるやつなので、簡単に引いてるやつなので、ちょっと鰹節が浮いちゃってますけれども、その辺は気にせずにやっていきたいと思います。はい。で、材料としてはですね、昆布と鰹節の出汁と、お醤油とみりん、これだけです。はい。だから、だしさえ引いてしまえば、あとは醤油とみりん混ぜるだけなんですよね。はい。なので、こういっためんつゆとか作る場合、いちいちそこでだし引いてたら大変なので、やっぱりだしは大量に、4リットルぐらいとかですね、一気に引いて、でそれを小分けにして冷凍しておくと便利で、なんじゃないかなというふうに思います。で、醤油はですね、やっぱり醤油とみりんは、何でもいいっていうわけではなくて、やはりですね、天然醸造で仕込まれた、美味しいお醤油、美味しいみりんを使っていただきたいんですが、今回はですね、広島にあります岡本醤油さんというところの、濃い口醤油を使っていきます。はい。で、みりんはこちらはですね、愛知県の環境みりんさんというところの、みりんですね。濃い色をしています。はい。で、ここのもうすでに引いてあるだしにですね、混ぜていくだけなんですけども、分量としてはだいたいおおよそ、だし5に対して、みりん醤油おのおの1ぐらいですね、5対1対1ぐらいで入れていくとちょうどいいんじゃないかなと思います。目安ですね。あとは味はお好みで、変えていただければいいんじゃないかなと思います。あとその引いた出汁の、味にもよると思いますので、そのあたり分量はですね、お好みで変えていただいて、あとはこれで、若干火にかけるだけということになります。はい、以上ですね。めちゃくちゃ簡単です。で、みりんが入ってますので、少し火にかけてあげないと、ちょっとアルコール分が入った状態になってますので、少し火にかけるということをします。これで、完了ですね。なので、だしを引いてまとめて引いて、冷凍して小分けしておけば、それを解凍してその中にみりんと醤油入れるだけっていうことなので、ものすごく簡単ですね。あとはこのイボの糸を、茹でて出来上がりということになります。で、だしなんですけども、できればやっぱりしっかりと昆布だしを、引いて、でかつおを投入して、丁寧に引いていくのが一番美味しい出汁ができるんですけれども、時間がない主婦の方とかですね、そういった方、働いている、ワーキングママの方とかですね、そういった方はなかなかそういう時間が取れないと、まとめて、やって冷凍しておくっていうのもいいんですけども、ちょっと出汁が今ないと。だけどめんつゆ作りたいっていう場合は、簡単なこのだしパックとかを使ってもいいんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっと前まではですね、こういうのなかったんですけど、あんまりちゃんとしたそのセレクトショップとかの健康食品が売ってるようなお店には、いわゆるその無添加のだしパックですね、余分なものが入っていないだしパックっていうのはなかなか売ってなかったんですけれども、なので、だしパックってあまりおすすめじゃないですよっていう話をずっとしてきたんですが、つい先日ですね、このマックスバリューでですね、イオンのスーパーですよね。イオンのスーパーにこういうものがありまして、ちょっと見てみると、天然だしパックって書いてあるんですけども、とりあえず全部このカツオ、サバ、イワシ、昆布
は、国産ですと書いてありまして、で裏の、パッケージの原料のところを見てみましても、鰹節国産、サバ節国産、イワシ煮干し国産、昆布国産ということで、もう入っている原料自体がもう、天然のものだし、かつ国産のものですよということになっていますので、こういったものであれば、使ってもいいんじゃないかなというふうに思います。味はどうであれですね、体に良くないと言われている添加物、そういったものは入っていない、ものなので、こういったものだったら忙しい方はですね、使っていただくといいと思います。これイオンに売ってますので、どこのイオンでも手に入ると思います。で、お値段も大して高くないんですよ。本当に手軽に使えるっていう、手軽に購入もできるみたいな感じのお値段だったので、こういったものをですね、ちょっとこの、パッケージの裏を確認していただいて、余分な添加物などが入っていないものを選んでいただけば、こんな感じで簡単にですね、出汁を引くってこともできますので、これポンって入れておけばいいだけなんですよ。なのでそういったものを使っていくといいかなと思います。で、しっかり出汁が美味しい出汁を引いてなくって、忙しくてこういうものを使ったっていう場合でも、そこに入れる、これでさすがにちょっと味噌汁っていうのはどうかなとは思うんですけれども、そこに入れる、このお醤油とみりんが、このお醤油が美味しければだいぶ良くなります。はい。そこがやっぱり、出汁がですね、インスタントのだしパックを使っていても、そこに入れるこのお醤油とかみりんとかそういったものが本物のもの、それ自体がとても美味しいものを使っていれば、それを入れることによって、美味しいめんつゆを作ることができますので、ぜひですね試していただきたいなというふうに思います。ということで今回は簡単なめんつゆの作り方でした。はい。で、この動画のですね、タイトル欄、タップしていただきますと、いろいろ詳細見ることができまして、オンラインでやっています発酵講座っていうのもありますので、もし興味がある方はそちらも見てみてください。ということで、今回は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。